こんにちは、ナピです。今日はこちらのミニチュアを飾れるディスプレイケースの作り方です。100均セリアのこのフレームを使って作ってます。以前この長方形のサイズ、これの作り方は紹介したことがあったので、今回はその半分のサイズです。蓋を開けることもできます。こうして積み上げることもできます。フレームをね、半分に切ってるのでかなりグラグラな部分がありますので、お子さんが遊ぶ用のおもちゃとしての強度はないです。それは了承の上で作ってみてください。ではまず材料の説明です。セリアで売っている木目調3連フォトフレーム L 版、これを4枚使います。色違いで焦げ茶も売ってます。それから蝶つがい、これもセリアで買いました。これ4つ入りなんですけど2つあれば大丈夫です。それからマグネット、これ直径 6mm のもので10個必要です。セリアのこれ8個入りなので2つ用意しないとダメです。あと壁とか床に貼る用のリメイクシート、お好きなものを用意します。その他は接着剤、木工用ボンドと瞬間接着剤と、これはね、先が細いだけでおそらく成分的にはボンドと同じものが入ってるんで、先の太さが違うので私は使い分けてるだけで、ボンドだけでも大丈夫です。壁紙貼るのにこういうリメイクシートの糊がついてればいいんですけど、紙を貼るときはスティック糊を使います。両面テープとマスキングテープ、あとは使う道具系ですね。これがノコギリ、フレームを切らなきゃいけないのでカッターでも一応切れると思うんですけど、ちょっと大変なのでノコギリはあった方がいいと思います。マグネットをつけるための穴を開けるショートビット 6mm サイズ、これがピンバイス、ちっちゃい穴を開けるための道具です。ピンバイスも最近100均で売ってるような感じなので、大きさはね 1mm か 1.2 とかで私は開けてます。紙やすり100番手、かなりザラザラなやつで十分です。でプラスのドライバー、あとハサミ、ペンチ、一応ちっちゃいのも私出してみたんですけど、このフレームのここの金具を取ったりするのに使います。あとピンセット、これは線引くための鉛筆でも何でもいいです。あとカッター、目打ち、定規が長いのとか短いのとか、あとマグネットが入らない時に木槌なんですけどハンマー使って入れてます。段差が欲しいのでちょっとこんな台があって、あとこのカッターマット、あと手袋もあれば手を切らなかったり汚れなかったりするんで使うといいかもしれません。では作り始めます。まずフレームのこの背中に入ってる板を全部取り出します。このプラバーは1枚は使います。この板も最後に使うので取っておきます。あとこの爪はまだ取る部分と取らない部分とあるので、とりあえずは寝かせておきます。今度はこのフレームを端から17センチのところでカットします。このフレームのね、ワイドは32センチとか 32.2 っていう時もあったりするんですよ。若干誤差はあります。こっちから17センチで切ると残り15センチになるんです。で時々その 2mm 15.2 になればなったで都合が良かったりもするんで、あまり細かいことは気にせず切っちゃってます。ノコギリで切るんですけど、あんまり私上手に切れないのでカッ
ターで先に筋を入れておきます。裏も同じように筋を入れておきます。あと残りの3枚も同じように17センチで筋を入れておきます。もう一つちょっと筋入れておきたいんです。これの2枚だけなんですけど、こっちが17センチ測った方、その残りこっち側のここの部分、このまままっすぐ下ろしたところにも筋を入れておきます。ここでちょっと分かりにくいってなっちゃう人は後回しでいいと思うんですけど、なんとなく私は今のうちに筋を入れておきたいんです。わかるかな？こっからここが17センチで、ここからここまで、こっちは入ってないです。ここまでしたらノコギリで切っていきます。私上手に切れないんで、こんなんでもいいよって感じで見てください。表からで一度で切った方が切り口は綺麗なんですけど、曲がっちゃうんで裏からも切ります。こんな感じで段差が入っちゃうんですけど、後でヤスリがけしたりカッターで切ったりで整えます。こっちが17センチ、こっちがその残りです。残りの方の2枚だけここからここまでも切ります。角のないこの2本、これは使って、この角2種類あるのでこれは使うので避けて、あと残ったこの2本、1本はいらないです。1本はこの端から18ミリ17ミリぐらいなちっちゃい部材を取っておきます。これを2つ取っておきます。で残りのこれはいらないです。これでノコギリの作業は終了です。このペンチを使ってこのいらない爪を抜いていきます。まずは迷わないこの短いパーツ、これは全部抜いちゃいます。こんな感じで先がちょっと尖ってるのが刺さってるだけなんですよ。私親指をこう当てて抜いてます。こう左右に振ってもいいかな。短い17センチじゃないやつはこれはつけっぱなしにして、あと17センチのものも1つだけ、残りの17センチの3枚、これは抜いちゃいます。マイクつけ忘れてた、ごめんなさい。それで切り口をヤスリかけして整えておきます。あんまり削っちゃって短くなっちゃうとダメなんで、なんか切り口汚くてもざっとやすっとけばいいです。
このね短いこの角のないやつ、これあんまりね削りすぎちゃうとこの蓋のここになる部分なので削りすぎちゃうと隙間が空いちゃうんで、これはあんまり削らない方がいいです。残りのこれはこことここと整えておきます。あとちっちゃいやつ。ここからちょっと複雑で私も間違えそうなのでサンプルをちょっと用意しておきました。マグネットの穴を開けていくんですよ。それがねややこしいんで今回一番難しいとこかもしれない。ピンバイスに私は 1.2 ミリのドリルの刃をセットしました。あとこの6ミリの穴を開ける刃、このちっちゃいのは穴開けないでしょう。この短いのも穴開けはなし。17センチで爪がないもの1つは穴開けがなし。この短いものですね、これはこんなところに穴を開けます。何なのよってなっちゃうよねサンプル見つつの方がいいかな。あとここに開けるっていうのはここの側面のパーツなんです。でここに開けます。これは下から 7.5 ミリのところに穴開けます。ちょっとピンバイスで軽く穴を開けておいてからドリルの刃で穴開けます。こうしてちょっと刃を押さえつつ開けます。マグネットの厚みが 2.5 ミリって書いてあるんでちょっとね深めに開けてます。と同じ長さの爪がこう外側になるように側面になるんで、この手前側2箇所、ここにマグネットつけたいんで穴の位置はねちょっとあんまこのど真ん中よりちょっと脇の方に取ってます。もう刃を直接持ってこうやってグリグリ穴を開けちゃってます。こんな感じで今度こっち、ここにさっきの穴が開いててその上です。これ MDF って材質なんでそんなに本当の木じゃないんで硬くはないんですよね。だからこうやって簡単に一応開けることできるんで、次はこの蓋になる方ですね。ここに穴を開けます。これはね爪がないパーツ、これで下から今度は 8.5 ミリです。今度は置いて開けられるかな。あとは背面になるここれは爪があるものです。この脇のとこに開けます。こんな感じ。最後に残ったこの蓋になる部材でこう端っこに穴を2つ開けます。
ここが難しいんですけど、このね側面のここに穴を開けます。こうやって蓋をくっつけたいんで、ここのマグネットと合うところ、こっち側は今開けたとこですね。この材質が砕けやすくて、この角にこの金具で止まってるぐらいなもんなんですよ。だからここにね無理やり穴を開けると、ここがボロボロってなっちゃいやすいんで、これもこんな感じでボソボソしちゃってんですけど、あんま砕けちゃったらもうこういうボンドでくっつけちゃいます。では開けてみますね。砕けないように親指でこの角、こっち側よりこの裏がやばいんで、これをしっかり親指で押さえておきます。こんな感じかな。よし、だいぶこっちもボソボソにはなっちゃったんですけど、後で接着剤でつければ大丈夫だと思います。本当はこの状態でマグネットつけてった方がつけやすいんですけど、マグネットの向きがあるので先に組み立ててからの方が間違いがないと思うので、組み立てちゃいます。蓋から作ろうかな。蓋を作るのでプラ板を切ります。横が30センチあるので15センチ半分で切ります。蓋になるものはまず短いの、これは側面なんで、この長いののここに穴が開いてるやつ、これとあとここに穴が開いてるやつ、この短い部材の角がないやつ、これは角があるんで、この角のないこれ、ボンドと両面テープで貼っていきます。この表面に貼ってある素材がボンドがつかないんですよ。なのでちょっと紙やすりで荒らします。ざっとかければいいです。そんなにゴシゴシする必要ないです。であとね、これがここにくっつくんで、ここもちょこっと。そしたらこの両面テープの剥離紙を剥がして、まずはこの短い部材を貼ります。ちょっとマスキングテープ長めに切って、ここボンドをつけて、こうして貼ります。それで両面テープがついてないところにボンドを塗って、プラ板をくっつけます。
れで乾かします。もう一つの方も同じです。これが残ったもので、次は本体です。まずこの金具のないものが底になります。こっちじゃなくてこっちのへこみがある方、床板を張り替えできるようにへこんでる方が上です。ヤスリがけをしつつ貼ってきます。ここに側面が乗るので、ここはやすって、あと重ねるようにここに足がつくので、ここもやすっておきます。これ短いものが側面で、マグネットの穴を開けた方が手前になります。で、ここ蓋の磁石の穴もここに開いてます。こうくっつくので、ここをやすりがけと、あとこの背面もつくので、ここもやすりがけ。こっちも底のとこと背面。ボンドだけだとずれやすいので、ちょっと両面テープ使っておきます。そしたらボンドをつけて、手前が合うように貼ります。若干ね、この後ろ2ミリぐらい側面より下の部材の方が短かったりすることはあるんで、それは気にせずこの手前を合わせてください。ずれないようにマスキングテープで巻いておきます。こっちも同じように前を合わせてください。次は背面、こうですね。背面のくっつくところもやすりがけ。ここは揃えて貼ります。こんな感じでね、ちょこっとここ隙間は空いちゃうんです。よし、これでちょっとしばらく乾かします。これでボンドが乾いたのでマグネットをつけていきます。このマステはまた使えるのでちょっと取っておいて、剥がす時にね、ちょっと気をつけなきゃいけないとこがあって、この印刷しているものがね、剥がれる時があるので、この切り口の部分はこうビッて剥がないでゆっくり剥がしてください。ここら辺がね、よく剥がれちゃったりするんですよ。そしたらマグネットを用意します。全部ね、取り出しちゃいます。ちっちゃくてどっか行きやすいんで、私はこうやって切ってめくって、でこの磁石の塊にくっつけて取り出してます。この本体の1,2,3,4ここにつけてきます。
それで磁石のね向きは全部同じ向きでつけた方がいいと思うんで、印をちょっと紙挟んで印をつけとこうかな。ハンマーで叩いて入れてもいいし、ハンマーなくてもいけるかな。なんかね前の磁石よりちょっと大きくなったのかな。入らない時があるんですよね。ダメか、やっぱりハンマーで叩いた方が確実かも。ここは叩かなくても入ると思うんですよね。よし。それで今度この蓋、今度はこの磁石の今と逆側を入れていきます。ちょっと紙外して。ここボソボソになったところも一緒に接着剤つけて整えちゃいます。確認で乗せるとこうなります。もし何個も積み上げたい人は、蓋1個あればいいんですけど、そして2つ作りたい時はこの磁石の向きは共通にしといた方が蓋がどっちの蓋とかならずに済むので、1個作ったらそれに合わせて2個目も作ってった方が蓋が共通でいいと思いますんで、気をつけて作ってください。あと残りの磁石2つはこの前面の蓋ですね。これは特に向き気にすることなく、これでマグネット付けは終わりです。今度ここ蝶通貝をつけます。ちょっとマスキングテープで揃えておいて、このセリアの蝶通貝もう好きなところでいいんですけど、私はねここから2センチのとこにちょっと点を打っておいて、ここからここまでが2センチ、下もここからここまでが2センチで、ピンバイスで穴を開けます。ここにいきなりネジを差し込むとこの表面の紙が裂けちゃう時があるんで、ちょっとピンバイスで穴を開けといた方がいいです。はい、これで蝶通貝がつきました。1個だけで使う時はもうこれで完成で大丈夫です。こうして重ねて使いたい時、その下の部分に残ったパーツを貼ります。
この切り口を内側に向けてこうして貼ります。ここ蓋のとこにはかからないようにここは揃えます。ここちょっと余っちゃうのでちっちゃく切ったこれを貼ります。これも背面のとこにははみ出ないように貼ります。反対側も同じ。これで乾いたら完成です。次はこれに床と側面つけていきます。最初に取り外したこれ3枚用意します。それでこの金具をペンチでむしり取ります。これを16センチのところで切ります。ワイド横幅30センチあります。真ん中じゃなくて16センチでカットします。これを3枚用意します。そしたら16センチにカットしたもの2枚は底になります。あともう1枚は背面。残りの2枚は側面です。はい、これで壁と床が完成。ここに好きな壁紙とか床板を貼ってアレンジしてください。例えばでこのミッフィーカフェ、これは100均で買ったこういうリメイクシートの壁紙、これをここに貼ってあります。で床板はこのリーメントに入ってた床板を120%とか150%ぐらいちょっと大きめにプリントしてそれを貼りました。とこの窓もこのリーメントの背面ボード、ここをコピーしてこの通り切ってで両面テープでここにペタって貼ってあります。それでですね、この透明のディスプレイラックっていうのかな、これも100均のセリアかな、ダイソーかな、それで買ったんですけど、その横幅がこのケースにねぴったりっていうかね、むしろはみ出ちゃうぐらいなんですけど、ちょっと分かりやすくするためにこんな感じでね、ここの横のフレームのとこに引っかかってぴったりなんです。浮いちゃってるんですよ。なのでセリアでこんなドールハウス用の本当壁に貼るのかな、それをこうやって切って両面テープ貼って、ここちょっとマスキングテープ貼っといたんですけど、それで浮いてしまうところをこうやって隠してます。それであとはフィギュアを飾ればこんな感じに可愛く飾ることができると思います。これはリーメントのプチフルーツパーラーなんですけど、壁はこのセリアで買ってきたミントグリーンのリメイクシートを貼って、あと床はリーメントについてた床板をこれを120% ぐらいだったかな、拡大コピーして貼りました。あとこれも100均の透明のケースです。蓋がこうやって開く透明のケース、
それに両面テープとかマスキングテープで貼ってあります。それを載せるこの台は、これもリーメントに入ってたこれを 115% に拡大コピーして、こんな感じに段ボールを貼ってます。そうすると結構サイズ感が良かったんで、それでですね、今回はじゃあちょっとここに腰板とこの背面に窓をつけてみたいと思います。窓がすりガラスになるようにしようと思って、これはセリアで買ってきました。これこのまま使ってもいいんですけど、結構大きいんですよね。なので私半分に切っちゃいます。これね、粘着シートになってるのかと思ったらただ紙なんで、自分で両面テープで貼らなきゃいけない感じです。半分に切って左右で使おうと思うので、上と下とでデザインが若干違うので、ここを切っちゃいます。この内側の四角の真ん中にしようかな。ちょっとこの穴のところがボコってなりやすいんで、そこを隠すように。そしたらこれをここからここまでの幅で切ります。これ2枚作ります。そしたら裏に両面テープを貼って、はい、壁の腰板つきました。次はこの窓にこのすりガラスをつけます。これね、なんか裏に透明のシートが貼ってあるっぽいんですよね。粘着性はねないんですけど、こんなシートが貼ってあったんですよ。それでこの窓って外に開きたいじゃないですか。内側、内側に開きたいんだったらこのまま使えるんですけど、私外側に開きたいんですよ。それで取っ手はこの内側についててほしいっていうわがままな感じなんで、一回ねこれ外れるんで外しちゃって、ひっくり返して付け替えてます。こうするとこの取っ手が内側についてて外側へ開く仕様になるんで、本当細かいことなんですけど。でここにこれを切って貼ってきます。もう測って四角を2つ切ります。でザラザラもこっち側がいいかなとか思うんで、もう本当お好みです。丸いとこはちょっと線を引いて、この線の内側気持ちちっちゃめに切っちゃいます。よし、これであとは両面テープでつけてきます。
骨からはみ出ちゃってる両面テープはなるべく中へ収めます。はい、これですりガラス付きの窓完成。これをどの辺につければいいか、あんまりここの空きが少ないと裂けちゃうと思うんで、まあ 1.5 センチかな。これをくり抜きます。ちょっとボードが硬いんでくり抜くのが大変って方は段ボールとかで作ればいいと思いますんで、工夫してみてください。これだと取れちゃうんで、何のテープでもいいと思うんですけど、私はねこのガムテープ、これが色が近いからこれで貼っちゃってます。窓が開くように、ここはね貼れないんですよ、動くんで。これでできました。いかがでしたでしょうか。たくさん作ってみるとこんな感じになります。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。もしね、こういう穴を開けるの間違えてこっち開けちゃったとかだったら、私も何度も穴を開け間違えてんですけど、こうやって削りカスをボンドと混ぜて穴に詰めちゃえば、こんな感じで穴なくなるんで、これでごまかせます。結構プラ板にゴミがつきやすいので、フローリングを掃除する用の不織布、それでこう軽くこすってゴミを取ってます。静電気でこっちにくっついてくれるのかな。結構綺麗になるんですよ。でもあんま傷が入っちゃうようなやつはダメだけど、これ100均かなんかで買ったやつなんですけど、こんなちょっと開けにくいところで嫌だなってなりがちなんですけど、もうねマグネットつけないとこれグラグラなんですよ。この蓋をつけると固定されるので、このグラグラ感がそこまでひどくないんですよ。だからね、どうしてもこのマグネットつけにくい場所なんですけど、つけないと弱すぎると思ってただね、これ蓋乗っけるだけでもいいじゃんって思われそうなんですけど、これ外れやすかったりもするんで、どうしてもねこれはめんどくさいんですけど、私はつける作り方をしてます。こんなドリル持ってないし開けるの嫌だよって方もいるとは思うんで、もうそういう人はもうこれ蓋をね接着剤で貼り付けちゃえばいいと思います。でも蓋は外したいよなって私は思って、こんな作り方をしてます。お好みで工夫してみてください。